はいどうも、たんぼです。今回はゲート1枚でゲート2倍分の脇効率が出せる焦点抜き鬼分けゾンピクトラップを作っていきたいと思います。特徴1、以前リリースした埋没式ゾンピクトラップ2の高速ゲート開閉機構を使い、通常の約2倍のスピードでゲートを開閉。ゾンビピグリンの脇も約2倍になっています。特徴2、レベル30まで従来タイプの場合約4分かかるところを、今回のものは約2分で到達。金の塊や金インゴットも約2倍入手できます。特徴3、トライデントのめり込みバグに対応するため、トライデントの差し直しがしやすい処理層を新開発。使用後にさっと回収できて、めり込みバグの影響を受けることもなく、マルチプレイ時の差し直しも楽ちんです。特徴4、スノーゴーレムを使い大量に湧くゾンビピグリンを誘導し素早く処理。ゾンビピグリンが大量にたまらないので重くなりにくいのも特徴です。今回は可能な限り工数を減らして作りやすいように設計していますので、ぜひ参考にしてくださいね。それでは本日もレッツポンポン。今回使う材料はこちら。チャンクの目印に滑らかな石を使っていますが、これは何のブロックでも OK。塩キャッキのアイテム設定用に腐肉に名前を付けていますが、1スタック64個になるアイテムであれば何でも OK です。ドロップ増加付き剣は持って待機するとアイテムの入手量が増えるのでおすすめ。トライデントはゾンピグを一撃で倒せるように水星特攻5が必須になります。下は装飾に使った材料です。こちらはお好みのもので大丈夫です。装置のサイズは横24、奥行き12、高さ26。地面から下の一部は回路を置くために深さ5マス必要です。なお装置は必ず東向き。脇効率を高めるために2つのチャンクをまたぐようにゲートを配置します。今回の装置ではスノーゴーレムを使うので、サバンナ、荒野、砂漠などスノーゴーレムが溶けてしまうバイオームでは作れませんので注意してくださいね。ではまずはチャンクの特定から進めていきます。まずは X 座標、Z 座標が16で割り切れる場所を探して石レンガに置き換えて、石レンガの模様が T の模様になるように方角を変えます。この時の状態がチャンクの左上の角にいる状態なので、ここから2、3、4、5、10個、16マス。今度はこちらへ2、3、4、5、15、16マス、このように掘ります。あとはこれを基準に四角く掘っていって、掘ったところに滑らかな石を置いてチャンクの目印をつけていきましょう。次は石レンガを確認して T の文字になっている状態、北を向いている状態のまま後ろへ進んでいき、この位置に石レンガを設置。あとはこれまでの作業と同じようにチャンクの特定をしていきましょう。ゾンピグはゲートの東側に湧くので、この向きで作業を進めていきます。方角に注意してくださいね。次はこのようにゾンピグが落ちる穴を横21マス、深さ3マスで掘ります。掘り始める位置はこの石レンガから数えて2、3、4、5、6、7マス目。ここを1、2、3マスの深さで掘って、そこから左へ2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12マス、同じ深さで掘ります。次は反対のここから1、2、3、4、5、6、7、8、9マス、このように掘って計21マスになっているのを確認しておいてください。次は深さ3マスでこの形で追加で掘ります。掘り始める位置はここから深さ3マスで1、2、3と掘って、同じ要領で手前に3マス、このように広げます。ここまでできたらこの位置をさらに掘ってこの形にしてください。次はこのように不等化ブロックを設置します。まずはここから1、2、3と置いて、奥に1、2個、こちらにも奥に1、2個置いてこのようにします。次は階段ブロックトロッコをこのように設置します。まずはこの位置にこの向きで階段ブロックを設置。置けたら1マス離したこの位置に仮ブロックと通常レールをこのように置いて、トロッコを置いて階段にめり込ませたら、仮ブロックとレールを撤去してトロッコを階段ブロックへ押し込みます。はい、このようにできていれば OK です。次はディスペンサー丸石の壁不等化ブロックをこのように設置します。まずはこの位置に不等化ブロック、次はこの位置にこの向きでディスペンサー、側の向きはこちらになります。あとはこの位置に丸石の壁を設置してください。次はトラップドアをこのように設置します。まずはこの位置から仮ブロックを1、2個置いて、下の仮ブロックの側面に向けてトラップドアをポン。1回クリックしてトラップドアを立てます。次は上の仮ブロックの側面上あたりを狙ってポン。このように置けたらクリックして開いておきましょう。置けたら仮ブロックは撤去してもらって大丈夫です。次はこの不等化ブロック側面上あたりを狙ってトラップドア、このように置けていれば OK です。次はガラスハーフブロックをこのように設置します。まずはこの位置からガラスブロックを1、2、3、4個。次はここから1、2、
こちらも1、2と置いて、このトラップドアの上にもう一つ。次にこの位置には上付きハーフブロックをポンと置いてください。次は装飾用不透過ブロックとトラップドアをこのように設置します。まずはこのハーフブロックの上にこの向きでトラップドアを設置。開閉時の動きはこんな感じになりますね。次はトラップドアの上、右、左に装飾用不透過ブロックをこのように設置します。では視点を変えて続けます。次はボタンを置いて水を流していきます。ボタンを置く位置はこの位置とこのガラスの下。ボタンが置けたら水をこの位置にダバー。次はしゃがみながらディスペンサーの顔に向けてドバー。次はこのハーフブロックに向けてピシャーとこのように流しましょう。流し終えるとこのように水流が流れるので確認しておいてください。次はハーフブロックアクティベーターレールソールサンドを使ってトロッコ5個をハーフブロックの下に重ねて固定します。作業の順序に気をつけてください。まずはこの位置に上付きハーフブロックをポン。上にアクティベーターレールを置きます。次はディスペンサーの側面にボタンを取り付けてディスペンサーの中にトロッコを5個入れてください。ここまでできたらボタンを5回押してアクティベーターレールの上にトロッコを5個重ねます。次はこの状態でハーフブロックを壊します。すると一旦こんな感じですね。ここからこの位置を掘ってソールサンドを置くとトロッコが重なったまま上に押し上げられて固定されます。このようになっていれば OK です。では視点を変えて続けます。次は水路をこのように横に伸ばしてマグマを置き、不要なアイテムの処分ができるようにしていきます。まずはこの位置から深さ2マスで1、2、3マス。次は3マスの深さで掘ります。次はこの位置にボタンを置いて水をせき止めたら、この位置にマグマを入れておきましょう。次はこのように回路の置き場を掘って作っていきます。掘り始める位置はこの穴の部分から1マス開けたこの位置。ここから深さ2マスで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。一旦ここまで掘ります。次はこの位置から1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11と掘りましょう。次はさらにこのように掘って回路の置き場を作っていきます。掘り始める位置はここから1、2マス目のここから。ここをまず1マス掘って、その手前から深さ2マスで1、2、3、4マス掘ってこのようにつなげます。ここまでできたら次はこのように追加で掘ってください。次はレッドストーンランプ、ダスト、コンパレーターを使ってこのように回路を置いていきます。まずはこの位置からダストを置いていって、ここで曲げたらこの位置にコンパレーターをポン。次にダストをこことこことここに置いたらコンパレーターのモードを変更しクロック回路になるようにします。あとはこことこことここに置いて信号がトラップドアにつながるようにしてください。ではここでテストです。ここまでできたらこの位置にレッドストーンランプを設置してその上にレバーを取り付けてオンにします。するとクロック回路が動作してトラップドアがパタパタと動くので確認しておきましょう。問題なければレバーはオフにして止めておいてください。次はこのように掘ってスノーゴリムの動作コントロール部分を作っていきます。まずはこの位置を1、2、3マスの深さで掘って、次はこっちを1、2、3、4マスの深さで掘ります。ここまでできたら中に入って、ここから数えて2マスのここを掘りましょう。このように不透過ブロックが見えれば OK です。次はトーチ、ダスト、ガラスを使って回路を置いていきます。まずはダストをこことここにも置いて、この位置にはトーチをポン。あとは回路を切断しないように念のためこの位置とこの位置にガラスを置いておきましょう。次はこのように黒曜石を埋め込めます。まずはこの位置から横にダーッと掘っていってここまで掘ります。できたら掘ったところに黒曜石を置いていきましょう。次は左右と上にも長さ21個の黒曜石を置いてゲートを作っていきます。ではこちらからやっていきますね。この位置から1、2、3、4、21個置けたら上に仮ブロックを置いて今度はこちらに21個置いていきます。1、ここで仮ブロックは壊して21個置けたらここから水を流して下へ降りていきましょう。では右側ですね。この位置から1、2、3、20、21個このように置けたら再度水を流して下へ降りましょう。ではここからは高速着火機構を作っていきます。
メンバーシップ始まったぞ。詳しくはコミュニティをチェックじゃ。まずはこのように横中に高さ5で四角い枠を作っていきます。置き始める位置はこの位置ですね。ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。次はここから1、2、3、4個。あとはこれを基準に四角い枠を作っていきましょう。次は作業台をこのように枠の内側に入れていきます。こんな感じでどんどん置いていきましょう。では視点を変更して次はオブザーバーと太化ブロックをこのように設置します。オブザーバーを置き始める位置はこの作業台の端の位置を目印にこの位置にこの向きでポン。信号の出口はこちらになりますね。あとはこちらからオブザーバーを置いていってこの位置まで置いてください。次はこの位置に仮ブロックを置いてその上にこの向きでポン。置けたら仮ブロックは撤去して OK です。あとは先ほどと同じようにオブザーバーを置いていきましょう。ここまでできたらここと反対側のここに太化ブロックを設置しておきましょう。次は粘着ピストントーチ太化ブロックオブザーバーをこのように設置します。オブザーバーの信号の出口はこちらです。まずはこの位置とこの位置を深さ2マスで掘ってスペースを作ったらこの位置に上向きの粘着ピストン粘着ピストンの上にはこの向きでオブザーバーをポン。信号の出口はこちらです。次は粘着ピストンの側面にトーチをつけてその上に太化ブロックをポン。太化ブロックの上には上向き粘着ピストンを設置して粘着ピストンが伸びた先にこの向きでオブザーバーをポン。信号の出口はこちらです。次はダストリピーター太化ブロックを使ってオンオフできるようにしていきます。まずはこちら側に回ってこの位置からダストを横に伸ばしていってこの辺りで一旦リピーターを挟んで延長してゲートの位置の手前まで伸ばしていきます。次はゲートがある位置の下のこの位置に太化ブロック。次はリピーターをこの位置にこの向きでポン。リピーターの先には太化ブロックを置いてください。次は仮ブロックと太化ブロックトーチを使ってトーチタワーを作り仮ブロックで足場を作ります。トーチタワーを作るのはこの太化ブロックの上からですね。この位置にトーチ太化ブロックトーチといった具合に交互に置きながら上に伸ばしていきましょう。このようにゲートよりも高い位置に太化ブロックが2つ来るような形で置けていれば OK です。ここまでできたら少し下へ下がっていき上から1、2、3、4個目の太化ブロックの横から1、2、3と置いて今度はこちらへ1、2、3、4、5、6個これを基準に 3×7 の足場を作っていきます。できたら反対側も同じように 3×7 の足場を作っていきましょう。ではここからは高速でゲートを閉じる機構を作っていきましょう。まずは仮ブロックとディスペンサーをこのように設置します。ディスペンサーの向きはこちらです。まずは仮ブロックをこことこここちらもこことここに置いたらこの位置にディスペンサーをこの向きでポン。顔の向きはこちらです。次はここに仮ブロックを足してこちら側に回ったらこの位置にディスペンサーをポン。このようにディスペンサーが向かい合わせの状態で置けたのを確認しておきましょう。次は太化ブロックをこのように設置します。まずはディスペンサーの右とそこから斜め上のこの位置。次はディスペンサーの左斜め上の位置に置いてください。次はガラスをこのように設置します。色付きガラスを使っていますが通常のガラスでも大丈夫です。ガラスを置く位置はこの位置とこの位置とこの位置です。次は回路です。リピーターダストをこのように置きます。リピーターの向きはこちらです。まずはリピーターをディスペンサーの上にこの向きでポン。こちらも同じようにポン。向きはこちらですね。あとはこの位置にもリピーターをポン。一旦こんな感じですね。次はダストをこのガラスの上、このガラスの上、この太化ブロックとガラスの上に置いてください。では視点を反対側に変更して続けます。次は太化ブロックをこのように設置します。まずはディスペンサーの左と右に置いて次はここから1、2と置いたらここは壊します。最後にこのリピーターの前にも置いてください。次はガラスをこのように設置します。まずはディスペンサーの上、次はこの太化ブロックの下に一旦仮ブロックを置いたら仮ブロックの右と下にガラスを置いて最後にこの位置にも置きます。置けたら仮ブロックは撤去して OK です。次は回路です。リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちら。向きに注意です。まずはリピーターをこのガラスの上とこのガラスの上、最後にこの位置の黒曜石の上にも置いてください。
次はダストをこのように設置します。置く位置はこのガラスの上、このガラスの上、最後にこの不透過ブロックの上です。次はオブザーバースライムブロック粘着ピストンをこのように設置し、テスト用のレバーを取り付けます。まずは上に登ってこの位置にオブザーバーをポン。信号の出口はこちらです。次はオブザーバーの上にスライムブロックをポン。その上に仮ブロックを1、2、3個置いて下2つは壊します。次は下から見上げながら仮ブロックの下に下向き粘着ピストンを設置。設置できたら仮ブロックは壊してテスト用レバーをこの位置に取り付けておきましょう。では動作チェックです。こちらのディスペンサーの中には粉雪バケツを1つ、反対側のディスペンサーには空バケツを1つ入れて、できたらテスト用レバーをオンにしてオフにして再度オン。このように高速で粉雪が出し入れされるのを確認します。動作に問題がなければレバーはオフにしておきましょう。次はガラス不透過ブロックダストを使ってトーチタワーと接続します。まずはこの位置にガラスを1、2個、粘着ピストンの横には不透過ブロックをポン。できたらここから不透過ブロックの上までダストを置いてください。置けたらテスト用レバーは撤去して大丈夫です。これで高速でゲートを閉じる機構の完成。ここからはゲートを閉じたままにする仕組みを作っていきましょう。ではまずは仮ブロックを撤去しつつ下へ降りていきます。仮ブロックはこれまで置いた回路を壊さないように注意しながら撤去していきましょう。あとは下へ降りていく際に高速ゲート着火機構のこの角のこの不透過ブロックを壊してこの位置に不透過ブロックを追加しておいてください。こんな感じですね。次はピストンとダストをこのように設置します。ピストンの向きはこちらです。まずはダストをこことここに設置。次はこちら側からこの位置にピストンをポン。このように伸びた状態になっていれば OK です。これでゲートを閉じたままにする仕組みは完成。ここまでできたら残りの仮ブロックも撤去していきましょう。では動作チェックです。レバーをオンにするとトラップドアが素早く開閉し、この位置のトラップドアは倒れた状態になり、こちらの2つのオブザーバーは点滅している状態。そしてここのピストンは引っ込んだ状態。上を見上げると高速で粉雪が出し入れされている状態。このように動いていれば OK です。確認できたらレバーはオフにしておきましょう。ではここからは装置が稼働する状態にしていきます。まずはマグマを2箇所このように流します。マグマは3マス広がるので、ここから1、2、3、4マス目、ここにダバー。今度はこちらから1、2、3、4マス目にダバー。このように端までマグマが流れていれば OK です。次はゾンピグ誘導用のスノーゴーレムを入れていきます。こんな感じでトラップドアの上に雪ブロックを2つ置いて、くり抜いたかぼちゃを置いて召喚。このように穴に入ってくれるのでトラップドアで蓋をしておきましょう。次はトライデントを刺していきます。トライデントは水性特攻5のついたものでないと処理が追いつかないので、頑張って水性特攻5をつけてくださいね。刺す位置はこのトラップドアの上にこんな感じで刺してあげれば OK です。では操作チェックです。レバーをオンにして装置を稼働。ゲートは初めはまばらに開きますが、少し時間が経つとこのように高速で連続で開閉するようになります。起動したばかりの時はこの位置のトロッコにゾンピグがいないのでスノーゴレムによる誘導はされませんが、ある程度溜まるとこのようにゾンピグがトロッコに乗ってスノーゴレムからの攻撃を受ける状態になり、その後はどんどん処理層へ走ってくるようになります。処理層はゾンピグの脇以上の処理能力があるので、このように湧いたらすぐ処理される状態になってきますね。装置を止めるときはレバーをオフにしてトライデントのめり込みバグの影響を受けないように回収しておきましょう。残ったゾンピグが気になる場合はここから叩いて処理すれば OK です。あと装置から離れたときにトロッコに乗ったゾンピグが消えないようにブツなどを投げ渡して装備させてデスポーンしないようにしておくと良いですね。次は穴を埋めたりチャンクの目印を撤去してきれいにしていきます。回路を切断しないようにする点に注意です。ではまずこの位置はそのまま塞いでいきます。ここも回路が切断されないようにガラスを置いているのでそのまま塞いで OK です。注意が必要なのはこの位置ですね。ここはダストのつながりが切れてしまわないようにカーペットをここに1つここに2つ置いて目立たなくしておきます。残りは気をつける部分はないのでそのまま塞いでいきましょう。穴を塞いだら今度はチャンクの目印も置き換えていきます。はい OK。 経験値だけ手に入れればいいという場合はこれで完成です。ここからはアイテム仕上げキーを追加する場合の開始方法について解説していきます。ではまずはこのようにアイテム処分用の水路を露出させて水流を止めておきます。
この位置から1、2、3、4と掘って露出させたら、この位置に仮ブロックを置いて水流をせき止めておきましょう。次はこの位置を横に奥行き4、深さ5で掘り下げます。今回は金の塊と金インゴットの仕分け機を入れていきますね。まずはここから1、2、3、4、1、2、3、4と掘って目印をつけたら、これを深さ5にしていきましょう。次はこのように壁の一部をホッパーに置き換えます。ホッパーの向きはすべてこちらです。中に入ったらこの位置を壊してホッパーを設置。あとはこの位置とこの位置とこの位置を置き換えましょう。次は不等価ブロック、トーチ、リピーターをこのように設置します。リピーターの向きはこちらです。まずはこの位置から不等価ブロックをポンポンと置いて、1マス離してこちらにもポンポンと置きます。次はリピーターをこの向きでこの位置とこの位置に設置。あとはトーチを不等価ブロックの側面にポンポンと取り付けてください。次は不等価ブロック、コンパレーター、ダストをこのように設置します。コンパレーターの向きはこちらです。まずは不等価ブロックをこのホッパーの横から1、2、3と置いて、こちらも同じように置きます。次はコンパレーターをこの向きでこの位置とこの位置にも置いて、あとはダストを不等価ブロックの上にこのように置いていってください。次はこのように横に奥行きに深さ4で掘り下げます。掘る位置はこの4箇所ですね。これを深さ4になるように掘り下げていきましょう。はい、OK。次はチェストを設置して一部穴を塞ぎます。穴に入ったらチェストをこの向きで1、2個、こちらにも1、2個、ラージチェストにしたら、チェストから1マス空間を空けた位置からこのように塞いでいきましょう。この隙間からチェストが開ければ OK です。ではアイテム設定です。金道具を使って1スタック64個になる適当なアイテムに最近食べたもので一番美味しかったものの名前を付けていきます。準備ができたら、まずはこのホッパーを開いて、右4つには名前を付けたアイテムを1つずつ入れて、一番左に金の塊を41個以上入れます。するとアイテムが流れていき、41個で止まるので確認しておきましょう。終わったら次はこちらのホッパーを開いて、先ほどと同じように右4つに名前を付けたアイテムを1つずつ入れて、一番左には金インゴットを41個以上入れて、41個で止まるのを確認しておきましょう。次は穴を塞いで隠していきます。まずは仕分け機の回路部分、ここはコンパレーターの上からこのように2段で埋めていきましょう。次はこのアイテムを取り出す穴ですね。ここはトラップドアを置いておきます。ここまでできたら水流をせき止めていた仮ブロックを外して水の流れを作ったら、こんな感じで穴を塞いでください。あとは装置を稼働させて金の塊や金インゴットがチェストに入ってきているか確認しておきましょう。あとトライデントやドロップ増加付き剣を額縁に貼っておくと使いやすくなるのでおすすめですね。はい、これで完成です。はい、今回はゲート1枚でゲート2枚分の脇効率を出せる焦点抜き鬼脇ゾンピクトラップをご紹介させていただきました。高評価、チャンネル登録で応援よろしくお願いいたします。田んぼでした。ではまた。